おはようございます。阿部義俊です。今回はインク棚を自作してみました。透明なプラ板の、透明なこのでかいプラ板に、これですね。これは Amazon で売っていた、なんだっけ、ネイルじゃないや、マニキュアのなんかその棚みたいな名前で売られていた2000円ちょっとぐらいので6個組かな。で安いこの透明な、何でもいいんですけどね、そのやつを接着剤で、ペタペタとくっつけただけのものです。なのでちょっとそこそこ重量があるんでこうベリッと剥がれてこないか、ヒヤヒヤしながら使ってみているところですが、今のところ大丈夫じゃないかなと思います。これを、置いて仕事場から家に帰って明日来たら全部落っこってたら怖いですけどね。最初に仕事場、やった時に音の反射を防ぐ吸音板だっけみたいなものをその壁の上の方にペタペタ貼りつけておいたら、朝仕事場に来るためにそれが全部剥がれて床にバラバラと落っこっていたりしましたけど、なんかそんな風にならないといいですけど、特に今回はガラスなんでね。ということで、今回はでもインクの話じゃなくてこれです。よいしょ、こいつ映るかな。キヤノンのパワーショット、V10 ですね。この間買ったやつであります。あ、またちょっと確かに油断すると、これは早速ですけどレンズが指紋で曇ってました。どのぐらいだ、4、5日使ってみてざっくりちょっとその感想とか使ってみてどうかっていう話をしようと思います。そうですね、当然今こうやって撮ってるみたいに動画で撮るカメラなんで、その動画が完全にメインなんですけど、一応写真の機能もついていてカメラとして使うこともできます。で細かいところからちょっとカメラに関して言うと、やはりこれ動画機 Vlog カムってことで動画を撮るカメラなんで、その動画の機能が完全にメインになっていて、カメラはその写真機能に一発で切り替える物理ボタンとかが今のところ多分なくて、タッチパネルで切り替えることになります。でなのでその写真自体は割とフォーカスもちゃんとあって普通に撮れるんですけど、機能としてはそんなにキヤノンとしては積極的にバンバンカメラとして静止画のカメラとして使うことはなんか想定してないんで、おまけの機能みたいな感じで、僕としてはもうちょっと使いやすくというか多機能にしてくれていてもよかったかなとちょっと思ったりはしました。でも普通に使えはするんですけどね、喫茶店とかでちょっと食べ物注文した時にその写真を撮ったりするみたいな時に、そうですね、スマホに比べるとシャッターの音がしなかったりとか、あるいは画質的にも明らかにこっちのがセンサーが大きいんで画質的に一段上だったりとか、あるいはだからiPhone を別なことに使っていて、ちょっと写真ただ僕はだからこの手帳に日々の日記的なものを書きつけたりするんで、写真をちょっと見てこんなものをっていうんでちょっとメモ取りたい時とかに、iPhone は別に使っていてちょっと今写真を出せないみたいな時とかがあったりするんで、カメラ専用機は地味に便利だったりします。これは僕個人の使い道の話ですけど、そうですね。ただどうだろうな、ちょっと写真で設定をカチカチと切り替えてってことを考えると、後で使うものであれば動画で数秒撮って止めて、4K だったらそこそこの画質は画角というかそこそこの解像度はあるんで、その方がもしかすると便利かもしれませんね。ということでカメラ機能も一応あるけど、そんなにすごくメインではないよっていう感じでした。あとはこれは写真も動画もそうだけど広角なんで、広く撮れるわけですよ。だけどそうだな、iPhone とか今の iPhone とかについているレンズが3つついてる iPhone とかの広角の画角と同じぐらいかな。あそこまでは広くないかな。19mm のレンズに相当するんで手ブレ補正を切ると。なのでそこそこ広く撮れるんだけど、そこそこ広く撮れる、がゆえに、これはどのカメラもそうだけどちょっと歪むんですよね。だから画面いっぱいに何か料理みたいなもの、あるいはなんか人物みたいなものを撮ろうとすると、形がひどく歪んですっごいパースがついた絵になったりします。その辺はちょっと注意が必要です。あとはそうだな、それを気にするんであればどうだろう、動画の時は手ブレ補正を強にしたりすると26度だったかなまで四辺を切って手ブレ補正をかけるんで、広角の度合いがちょっと弱まってパースのきつい歪みみたいなものも少し緩和されたりはします。
その広角、やっぱ日常をバッと撮るカメラなんで広角が正解だと思うんですけど、だから広角だとそのパースがきつくついて形が歪みやすいよっていうのは一応考えておかないといけないかなと思います。5センチまで寄れるんで、動画もその普通の写真もかな、マクロ的な使い方もできて、結構便利です。寄れるってことに関して言うと、iPhone の方が、接写強いんですけど、あれ多分もっと5センチじゃなくてもっと 1センチまでいかないか、2センチとかそのぐらいまでぐーっと寄れるんで、だけどなんかね、画質がいいからなのか割と5センチまで寄れるとなんか相当綺麗に寄った写真が撮れて、そのあたりは動画もそうですけど便利でした。そうそう、 iPhone、 僕今 iPhone13 なんで14になったら違うかもしれないですけど、 iPhone13 だと動画は、そのマクロでぐーっと接写とかができなくて結構離さないとピントが合わないんですよ。でこいつは5センチまで寄れるんで、動画の時はこっちの方が最短撮影距離的には有利かもしれないです。iPhone の最短撮影距離調べてなかった。でも、実際使ってる範囲で言うとなんかこいつはすごく寄れるなっていう感じがします。そのあたりはだから広角でもグッと寄りたいみたいなそのニーズがあるということをキヤノンが把握していてこういう設計にしてるんだと思います。そのあたりはちゃんとなんていうかな分かってるなというかよくできてるところですね。で、写真と今動画とごっちゃにして話しちゃってるけど、動画機として使う分には、まずやっぱりそのコンパクトであることと、今こうして使ってますけど、でこうやってそのスタンドがついてるんで、そのスタンドでどこでもこうポンと置くだけでしっかりと固定できて動画が撮れて、それは非常に便利です。で今これは完全に物を置いて撮ってるんで手ブレ補正をオフにしてできるだけ広角にして撮ってますけど、手持ちで撮るときはもう絶対に手ブレ補正は、必須だと思います。普通にかけるとモードと強っていうモードがあって、それぞれ画角がなんだっけな、22度26度かな、多分そのぐらいの角度にこの広角の度合いがこうクックッと狭まるんで、手ブレ補正を強にするとすごい広い状態じゃなくなるので、今こうやって手持ちで撮っている時にこれだと手をまっすぐ伸ばせば僕の姿はこのぐらいまで、小さくできるんですけど、それがその26度になると多分この辺まで寄ることになるんで、そうなるとなんていうかな、おっさん度合いが非常に強くなるというか、顔が近いなって感じになりますね。そのあたりがだから多分今日までしなくても、そこそこ手ブレ補正は効いて使えると思います。でこれは前の動画でも言ったけど GoPro とかこいつですね、そのインスタ360みたいなその全天球カメラみたいにめちゃめちゃにセンサーが小さくて小さい分演算が楽なんで、もうめちゃくちゃに手ブレ補正かけてもう全く揺れないぬるって撮れるみたいなカメラに比べるとセンサーが大きくて画質がいいのと引き換えに、ちょっと揺れは、感じることになります。ただ自分が今使っていた感じ、その手ブレ補正普通に入れたら強じゃなくても入れたら揺れ自体はそこそこ緩和されて歩くと歩いてる感じはするんだけど、自分はパート取ってみて手ブレ補正が入ってさえいればむしろ歩いてる感じがするので自然かなと思いました。こういう GoPro とかこのインスタ360の全天球カメラとかを買って使った時にはぬるって撮れることがすげえと思って喜んでたんですけど、後で見返した時に自分が歩いてる感じが全くしないんですよね。でそれが何かすごく人工的な不自然な感じがして、日常を切り取ってるっていう感覚がなんか逆に薄れる気が自分はして、見やすいからなんかどっちを撮るかその人次第ですけど、軽く揺れる歩いてる感じが残る程度の薄い揺れは入っててもいいんじゃないかなと思います。キヤノンの手ブレ補正はなんか癖があるってよく言われていて、こんにゃくみたいに四隅が遅れて補正されるみたいな感じでちょっとくにゃくにゃするみたいなことはよく言われていて、僕自身はどうだろうな、そんなには気にしてませんけど、まだそういう歩きながら動画みたいなものをそんなには撮ってないんで、こうやって僕の場合これ置いて撮ることがメインなので、このスタンドの機能みたいなものにすごく惹かれて、他のカメラじゃなくてこいつを選んだんで、そういう意味ではだから歩きながら撮るみたいなことはそれほど自分の中ではすごい今メインの用途ではないんで、手ブレ補正的にはこのぐらいで十分じゃないかなと思ってます。だからこれから、公園とかに持ってって歩いて撮ろうと思ってるんで、その時にもしかすると手ブレ補正が物足りないとか、あるいはちょっと
くにゃくにゃとするような揺れが気になるかもしれないですね。あとはホワイトバランスが劇的に変わる時に白い部分の色味がこうちょっと例えば赤みがかっているのがその青っぽくなったりとか、なんかそんなような変化をすることがあって、それを気にしている人がいました。僕もちょっと自分で1本目の動画のところでホワイトバランスがちょっと変化することが微妙に気になったりはしました。これはだから明るさの変化についていかなきゃ明るさの変化とそれに伴うホワイトバランスを変化させないと変な色になっちゃうから、そうせざるを得ないんだろうと思うんですけど、難しいですね、どっちを撮るのか。僕みたいにこうやってカメラを置きっぱなしにして、例えばなんか物を紹介する時にこうやって戻すみたいな時であれば、でもホワイトバランスを変えないと露出を変化させてその対象物をきれいに撮ることができないから、やっぱ変えざるを得ないのか。難しいところですね。確か今これ撮ってるこのルミックスの S5 もそういうことはちょっとありましたね。だからそのオンオフの機能はどっかにつけてほしいかなと思います。オフにしてどんなもんだろうっていうのをちょっと試してみたいところです。あるいはもっとゆっくり変化させるモードとかね。ゆっくり変化はでも実用的じゃないのか。みたいなことは相変わらずちょっと撮っていて、時々気になることがあります。あと話戻っちゃうけど、手ブレ補正に関して言うと、そうだ、言い忘れた。歩き取りの時はだから今見たみたいなこんにゃくとかなんとかっていうのはあるからつけた方がいいんですよ。あとは手で持っていて歩かないんだけど、例えばその子供を追いかけてこういうふうに持っていて、ただ取るみたいな時も手ブレ補正がないと結構こうやって持って取るだけでも結構今このぐらいだといいのかな。ちょっとこうなんかね寄って、対象物に寄って引いてまた寄ってみたいなことやるときに結構グラグラと揺れるのが後で見たら思いのほか揺れていて、こうやって置くとき以外は手ブレ補正は絶対につけとかないとダメですね。やっぱり今手ブレ補正つくのが当たり前になってるんで、完全に手ブレ補正のオフの動画は見ていてきついです。ただこのぐらいのカメラだったら安定して持てるだろうなんて思っていたら、もちろんそれに慣れてる人は揺らさずにこのカメラをワークさせることができる人はまた別なんだと思うんだけど、僕みたいにど素人はやっぱり手ブレ補正は必須だなと思いました。だからこうやって置いてる時は広角の19度は使えるんだけど、手に持ったら絶対に、オンにしなきゃダメです。なんか自動変化モードとか欲しいな。なんかスタンドがこう出て撮る時に全くこうやって揺れていなかったら、そのカメラ側がそれを感知して19度に広げてくれて、これを手に持って揺れ始めたと思ったらちょっとスーッとカメラを19度から22度とか19ミリから22ミリとか26ミリとかに変化ゆっくりさせながら手ブレ補正をこう入れてってくれるみたいなモードがあったりするといいけど、難しいでしょうね。あとはそうだな、操作法に関して前回は電源スイッチはこっち側にあって、で録音のスタートストップはこっちにあるんですよ。それがちょっと不便というか2アクション必要なのがどうだっていうことを、問題視されてる他の YouTuber の方が結構いて、僕もその動画を見た時にはそりゃそうだよなと思ったんだけど、自分で使ってみた時にはやっぱり一回電源を入れて画面を見て構造を確認してスタートするんで、これでいいんじゃないのかと思ったんですよ。でもやっぱり何枚か動画を撮っていくうちにこっち側向けてる時もここに動画のスタートストップの録画ボタンみたいなものはタッチパネルについてるんで、これでいいじゃんと思ったんだけど、こいつでスタートストップやろうとすると画面を触ってピントをそこに合わせるんですねっていうモードの方が優先して動いちゃって、このスタートストップがすごいうまく反応してくれないんですよ。止めるのに一苦労みたいな感じで。なのでタッチパネルの感度を調整して、ちゃんとこの辺りを押した時はもうスタートストップがなんだよっていうことをすごくちゃんと反応するようにしてくれるないと、やっぱりこっち側向けて撮る時にこっち側の録画ボタンは指で探んないと慣れてきたらどうなのか分かんないけど、でもこんな風にスタンドも上げていてこう持っていてここで指で人差し指でここを探り当てて押せるかっていうと意外と押せないので、そのあたりはそうだな、なんかちょっと工夫かな。僕としてはタッチパネルのこのオンオフをもう確実にできるようにしてほしいです。そのあたりはファームウェアのアップデートみたいなもので対応できるんで、ぜひぜひやってほしいところですね。
あとはついでにちょっとメニューの話をしちゃうと、クイックメニューっていうのが、今動画何分撮れるかをちょっと測ってるんで、ちょっとつけっぱなしでやっちゃうんで、あれですけど、クイックメニューっていうのが、この辺りにあったりとか、あるいはこの真ん中を押すと、Q っていう、メニューが出るんですよね。それで、普段使うメニューがタッチパネルの下の方に出て、それで、操作できたりするんですけど、そこをカスタマイズするメニューが欲しいです。今のところそこのカスタマイズは、できないみたいで、あまり使わない、色味を変化させるみたいなモードとかが、入ってきちゃってて、ここにもっといろんな別な機能を登録したいなと、ちょっと思いました。で、その代わりにこのネットワークでつなぎますのボタンをネットワークでつなぐボタンじゃなくて、違うものが登録できるようになってて、今のところ僕としては手ブレ補正の、入り切りというか、切る普通強切る普通強って切り替えてくれるボタンに登録していたんだけど、最近はここにデジタルズームを、登録するようにしました。デジタルのズームでもあるとすごく便利なんで、そうだな、そう子供連れて動物園みたいなとこ行った時に、やっぱりちょっと動物デジタルズームでそんなに2倍3倍かながついていて、そんなにすごくズームで寄れるわけじゃないんだけど、それでもやっぱりズームでそこそこ寄れると、結構便利だったんで、今はそっちをつけてるんだけど、でもそうすると手ブレ補正を切り替えたい時にクイックメニューにも手ブレ補正はついてないんで、ここメニューを開けて選ばなきゃいけなくて、すげえめんどくさいんですよ。でそれはないだろう。結構頻繁に、だからもう置いて取るときは手ブレ補正切りたいし、持って歩くときは絶対つけたいし、なので結構頻繁に使う切り替えを頻繁にやるんで、それはメニューのどっかにつけてほしいです。理想としてはここを手ブレ補正の入り切りに設定するんだったら、普段の時にこの輪っかのこのボタンの右と左は、何も登録されてないみたいなんですよ。なのでここにデジタルズームの、拡大縮小を登録できるようにしてくれると、使っている側としては大変にありがたいです。これはもう絶対実装してほしいですね。あとはそうだな、なんか文句ばっかですけど、これは改良できないようなストラップの穴がここにあるんで、ストラップここにつけざるを得ないんだけど、ここにストラップがついてると、この一番の売りの機能であるこのスタンドの開閉がめちゃくちゃにやりづらいんですよ。わかりますかね。絶対ここ引っかかっちゃうし、でここに置く時もこうなっていれば干渉しないですよ。だけど、さっきみたいに開ける時にはこっち側に来ちゃってるんで、ストラップがね、わかりますよね。この状態で今ちょっと待って、この状態じゃないですか普段で。使う時にはこうじゃないですか、ストラップで。こうやってスタンドを開けるじゃないですか。で、取ろうとするじゃないですか。その時にこっち側のよく使う後ろ側に回した状態でこれを置くと踏むんですよ、ストラップを。ストラップを踏むとここが上がるから、うまくここ細い、これ純正のストラップですけど、細い紐にしてるから、影響は最小限なんだけど、それでもやっぱりこっち側よりもこっち側が浮くから、厳密に言うと多分水平ちょっと狂っちゃうし、狂わないようにできてんのかな。でもやっぱちょっとカタカタするんですよね。で後ろに回そうとすると、後ろもやっぱりとにかくこれを使ってると、ストラップつけておくと、とにかくこいつが干渉するんですよ。これはここしかなかったんだって言われたらそうかって思うけど、絶対ここじゃないだろうっては思いましたね。これはちょっと困りますよ。でもストラップないとやっぱ落っことすの怖いですからね。今やっぱストラップはつけざるを得ないんですけど、僕としては何か別なやり方があるのではないかって、思ってしまいます。でやっぱり4K だとやっぱり13分ぐらいで、最大で今18分まで持ったことがあったかな。でやっぱりでも熱で止まっちゃうんですよ。ただだから前回の動画でも言ったけど、触った時にそんなに熱くはなってないんで、もしかすると今後緩和されるかもしれないけど、今現在は、一応撮影時間は、その15分前後ぐらいかな、13分前後ぐらいかが限界なんですよ。で今これは HD 画質にして撮ってて、今22分経ってるけどまだ全然大丈夫というか、熱問題に関する
熱が危ないですバーみたいなものが画面に表示もされていないんで、多分これはバッテリー上がるまで連続で撮れるんだと思います。だから僕は絵を描く動画を撮るときはこの HD 画質にしないと長時間、それこそ絵とか1時間2時間描き続けたりしますからの時には HD 画質にしないと撮れないのかなと思って、そうなってくると iPhone の方が 4K でいくらでも撮れるんで iPhone の方がいいじゃんってことになっちゃうんで、この辺りが、致しかゆしというかなんか難しいとこだな。せっかく買ったのでこいつを活用したいんですけど、まあねHD でもまあ十分っちゃ十分なんですけどね、なんかそうでも鉛筆画みたいなもので細かいディティールをすっごい見せたいっていう時にはやっぱり 4K の画質が欲しいなと思ったりは多分しなくもないというか、まあするんじゃないかなと思います。この辺りはもう今度ちょっと書くところをこいつで撮影してみて、まだこれで書くところを本格的にテスト的なちょっと落書きみたいなものしかしてないんで、もうちょっと時間のかかる絵を撮ってみてどうかなって確認したいと思っております。あとは使ってて思ったのは、そうだな、おおむねよくできてるんだけど、こっちのモードから自撮りのモードに切り替えるときにこう全体をひっくり返すじゃないですか。まあいいんだけど今度背面の方の操作できないじゃないですか。まあ撮ってる最中に背面の方で何かいじりたいわけじゃないからこれでいいっちゃいいんだけど、なんだろうな、なんか昔リコーとかからっていうのカメラみたいにここに回転するのがついててここごとこうくるっと回したいなとなんか思うようなことが、何度かありました。でもサイズ的なことを考えるともうそんな余計なことはできないので、まあ持っていてくるってひっくり返すという動きに自分が使っている時に慣れるしかないですね。滑らかな動きでこいつを上向きに上げつつひっくり返すみたいな時にこの手で画面をなるべく覆わないようにそれができるといいですね。なんかこういうふうにね。絶対これ今紐を踏んでいるせいでカッタンしてますよね。いやーストラップ外すか。落とすの怖えな。なんかちょっといい方法を考えたいですね。HD 画質でとりあえずバッテリーが上がるまでは撮れるってことは今一応確認できたんでよかったな。これ撮りながら給電できんのかな。撮ってる最中は給電されないか。あとはそうだな、これまだ問題解決してないですけど Mac にこいつを挿してもマスストレージとして機能してくれなくて、要するにファインダーにこいつが表示されないので写真を転送するってことができないです。でそうだな、なんか Wi-Fi でイメージキャノンというキャノンが運営しているクラウドサービスがあって Wi-Fi を登録しておくと例えば充電している時だけとかあるいは電源を入れている間いつでもとか設定できるんですけど、中に入っている動画と写真をそのキャノンのクラウドに容量無制限で、ただし日数的には30日間で消されちゃうんですけど、転送することができていつもそのクラウドの中にオリジナルのこの撮っているその動画と写真が転送されていて、でそこから自動的に例えば僕だったら Google フォトとかあるいは Flickr とかに自動で転送することができて、でそこはよくできてます。だからネットに登録し自分の Wi-Fi のアクセスポイントを登録しておけば、こいつは充電とか入れるだけで自動的にそこつないで入ってる写真と動画を全部アップしてくれるんですよ。なんだけど HD 画質とかだと結構それはいいんだと思うんですよ。その動画のサイズがそんなに大きくないから。でうちだと光回線とかなんだけど速度が足りないので転送がいつまで待っても終わらないみたいな状態になって、そうすると転送やってる間はこいつ結構熱々になるんですよ。そうするとその転送してる間にでもちょっと今撮りたいなと思ったら熱々で熱ですぐ止まっちゃったりとかね、なんかするのでどうだろうな、どうすればいいんだっていう今状態ですね。今のところでもイメージキャノンに転送してくれないとそこからフリッカーに転送みたいなことが手作業で後でやらなきゃいけないんで、フリッカーにデータ転送されたりされてなかったりはすごい気持ち悪いじゃないですか。転送するモードになってるんだったらこっちで撮ったやつは全部フリッカーにアップロードされていてほしいんで、
なので今そこが家の Wi-Fi が意外と遅いっていうのもあるんで、うちの問題かもしれないけど、この仕事場の Wi-Fi でも自宅の Wi-Fi でもどっちでも光回線だけど、なかなか 4K の動画を転送するのは骨です。でも今のところそうだな、そうせざるを得ないというか、なのでどうしたもんかなと思ってます。急いでやるときはやっぱこれを蓋開けて SD カード引っこ抜いてパソコンに挿して転送するんですけど、さっき言ったみたいにそれだとそのフリッカーの自動転送で転送されないんで、フリッカーにも手作業で入れたければ転送しなきゃいけなかったりして、そうするとちょっと煩雑になります。そのあたりは何だろうな、でも Mac にこうやってつないだだけで表示してくれるようにしてほしいな、うちの問題なのかな、っていうのとあったりして、イメージキャノン自体はそういう意味ではだから頑張っていて、転送さえできればそこからいろんなサービスに自動でそこからさらに転送してくれるんで、楽なんですよ。だからとてもよくできていて頑張ってんなと思うんですよ。容量の制限もないし、日数はその無料サービスだと30日間かな、なんか制限はあるんですけど、キヤノンのカメラじゃないと転送できないとか、なんかいろいろ制限はあるんですけど、でも頑張ってるんですよね。だからあとはね、転送のスピードの問題をなんとかできれば、だからそのケーブルでつないで認識したらそのイメージキャノンに多分アップロードする機能なんかありそうだな。アップロードしてくれるみたいな、手作業で自分の決めたフォルダーに手作業でダウンロードするんじゃなくて、USB で接続したら充電しつつイメージキャノンにもアップロードして、そこからその僕であればフリッカーにも転送してくれるみたいなことを全部自動でやってくれるみたいなモードが起動するといいですね。多分そういう機能をつけようとしてるんじゃないかなと思うんだけどな。なんかうちの場合はだから認識されないので困ってます。Windows の方にもしかしたら繋いだらうまくいくのかもしれないけど、うちは基本的にはこれの写真の管理は全部 Mac にやらしてるんで、そこがもやもやとしております。今のところだからちょっともやもやしておりますのことをちょっと喋っちゃったけど、あとはだからさっき言ったみたいにレンズにすっごい指紋がつきやすいです。それは気をつけていて、撮影前にもう無意識にちょっと自分のシャツの端っこで軽く拭き取るみたいなのは癖づけておいた方がいいかもしれないです。あとはもう早いとこキャップを出してほしい。あとはスモールリグとかからなんかそのリグ出てましたけど、買ってはいません。やっぱり大きさが売りだと思うんで、僕の場合はこの素の状態で、持ち歩こうと思ってます。適当な袋を買ってきて袋に入れてカバンに入れて持ち歩いてますくらいかな。なんか、各パーツの合成みたいなものは作りはしっかりしていて、ガジェットとしてのこの塊感みたいなものは僕的には非常に好ましいので、その使っていて楽しいし、その持っていて楽しいし、なので細かいことをいろいろと 4K を撮れる機能はあるけど、例えば長時間撮ろうと思ったら HD にしなきゃいけないのかみたいなあたりをうまく自分の運用でフォローしていけるといいなと思います。大事なとこだけ 4K で撮るみたいなことがなんかその絵を描くときに負担にならずにできるような仕組みが作れれば、まあそれでもいいかもしれないし。まあということで、いいところ悪いところいろいろです。やっぱそのトータルとしては万人にもうめちゃおすすめというカメラではないけど、やっぱりその使い方がすごく限定されてるんで、こいつの特性にピタッと合う人にとってはものすごく刺さるというか、いいカメラだと思うだろうし、うまくはまらない人はなんかすごい、例えばだから 4K で十数分しか撮れないっていうのは、何か僕みたいになんかその長時間絵を描くとこを撮りたいと思ってた人にとっては多分マイナスだし、 HD でも大丈夫だってなれば逆に言うとこいつは1時間ぐらい撮れるんで、また評価が変わってくるし、Vlog みたいにその本当に30秒とか1分ぐらいの短いショットを連続して撮って後で編集する人にとっては13分撮れればもう十分だよっていうことかもしれないし、キヤノンも多分そういう人をターゲットに作ってるんで、そのあたりがうまくはまる人にとってはそうだな、割と画期的ないいカメラだと思います。要するにものすごい手軽だけど1インチセンサで画質もそこそこ良くて、音質もマイクがしっかりしてるんでかなり良くて、で 4K も一応撮れてというあたりで、今バッテリーが赤く点滅し始めたんで34分か。まあとりあえず HD にしておけば無限にというかそのバッテリーが上がるまでは撮れるってことは確認できました。だけど給電しながらじゃあ撮れるようにしてくれよって思う。だから細かいところがやっぱり値段が5万円ちょっとぐらいまでその安く抑えたんで、いろんな部分でそのすごくコストカットしてるんだろうなっていう感じはしますね。ただ持った時の質感みたいなところで妥協してないところは立派だなと思いますけど。
あ、むしろルミックスの方が30分で上がっちゃったよ。じゃあというわけで35分バッテリーがもうすぐ上がるんで、とりあえずバッテリーが熱問題でその停止する危険がありますっていうそのバーが出てないので、熱に関しては今のところやっぱ HD なら全然大丈夫ということですね。バッテリーの限界までは取れるということで、今回は、パワーショット V10 のセカンドインプレッションというか、4、5日使ってみてどうなのでした。まだなんか散歩に行こうと思ったんだけど、もう忙しくてその時間がなくって、近所歩いて撮ったりはしてるんだけど、だからその手ブレ補正の感じとかは自分では分かるんだけど、近所なんでね、そのサンプルの動画をそう出せないのでもどかしいとこですけど、ちょっと出かけた時に撮って動画をサンプルを見せられるようにちょっと次はやりますということでした。とりあえずありがとうございました。もうちょっとありがとうございました。チャンネル登録いいねなどしていただけると嬉しいです。というわけで、あとはこいつが何分持つかだけここで今つけっぱなしにしてちょっと撮って試しておこうと思います。持ってみるとそこそこなんか熱いな。でも手ブレ補正切っちゃってるわ。今撮りながら手ブレ補正を変えられないのね。これは10年ぐらい前にどこだっけ、ニュージーランドのコンベンションにゲストで呼んでもらった時に、そこのブースでなんか 3D プリンターで自分の立体図を作ってくれるっていうサービスがあって、そこで作ったやつです。10年前なんで、今だったら多分もっと格段に綺麗になってるんだと思いますけど、10年前にしては結構頑張ってる、カメラシグマの DP2 かなんかを、2クワトロかなんかを持っていた頃ですね。そうか、シグマの DP2 クワトロとか10年前か9年前か。そうか。こいつをまだ買って試してないんだよな。なんかちょっとあんまり、使ってる人を見かけたことのないスケッチインクっていうやつですね。寄れるっていう、だからこのぐらいまでは寄れる。寄りすぎるとそのピントが合わない。この辺だと合うかな。何分ぐらいの動画になるだろう。もう今喋ることが思いつかない。やっぱり熱の問題なのか。なんかしばらく置いといたら復活した。バレットジャーナルとかも雑談しちゃおう。バレットジャーナルとかもやってたんですけど、ちょっと自分はだからこのなんか吹き出しメモに記録を全部取っちゃってるんで、バレットジャーナルの出番がなくて、なんかいいシステムだと思うんだけど、なんか使いこなせてないですね。ここで書いたことを後でもうちょっと読みやすい形にまとめる方法を思いつきたいな。なんかコモンプレイスみたいなものが最近流行りだしていて、これただなんか雑記帳的に書くだけじゃないのかなと思うんだけど、ジャンルをなんかシール、色付きシールみたいなので分類するところがポイントなのかな。なんかそんなようなことをちょっとやってみるのもいいかもしれないですね。トラベラーズノートのリフィルで軽量紙っていうなんか軽い紙を買ってみたんだけど、軽くて薄くて、でも裏写りもしなくていいんだけど、やっぱ軽くて薄くてなのでちょっとペラペラしていてシワがつきやすかったりなので、普通の白のトモエリバーかなんかのリフィルの方がいいかもしれないですね。あと一冊使い切ったという達成感を感じたいのにめちゃくちゃページ数があるんで終わる気配がないですよ。今まだ買ったけど使ってないインクがこいつ、あとこっちのハイカラインキもまだ使ってなくって、入れる万年筆がないインクを買いすぎちゃって、こいつは1個何かに入れたな。白夜、狐日和、雨もよい、この辺りもユラミックインクはなんか自分としては曖昧な色なんで好きですね。この辺もいくつか梅ネズミ、銅葉とどれか黒のシリーズの中で入れたやつが1個あった気がする。
エルバンもこのビルマの琥珀とか綺麗な色なんで、もうちょっと大きい瓶で欲しいなと思ったり、まあいろんなものを試したかったり、ダイヤミンはこの間このなんだっけ、オーロラボレアリスかっていうインクがすっげえなんか詰まらしちゃったんで、ちょっと怖くて手が出せないけど、色的には綺麗だし、なんかうまいこと使っていきたいですね。こいつはジーゾーに入れている呉竹のクジャク緑で、そういう意味ではだからその呉竹のインクも綺麗なんですよね。ちょっと揃えたいけど本当棚が足りない。そしてモンブランのオイスターグレーがなくなってクールグレーになったんだけど、クールグレーは、オイスターよりもさらにちょっと薄い色なのかな。で、オイスターがあったかい赤みがかったグレーで、こっちはクールグレーなんでちょっと青みがかったグレーで、かなり性格は違うけど、でもやっぱ使いやすいグレーですね。グレーのインクも本当はなんかもうちょっと揃えたいんだよな。こいつが一応グレーのインクなんで、こいつもちょっと使って比べてみたいけど、確か顔料系なんで、その入れるペンをちょっと迷いますね。ミッドナイトブルーはかなり黒かったですね。ちょっとよく見ないと黒と見分けつかなかったりして。で、このトフィーブラウンとか、もう一個別なブラウンもあるんだけど、なんか茶色系は自分としては、なんだろうな、セピアっぽいんですごい使いやすいかと思ったんだけど、そうでもなかったです。そして多分40、熱問題で切れるときは切れるけど、バッテリーで切れるときは、もしかするとファイルが壊れてるかもしれないですね。怖いな。大丈夫かな。充電状態だと Wi-Fi に接続して今動画を転送してます。この動画の転送に成功してくれれば、ファイルは壊れてないよっていうことですね。熱怖いからちょっと43分だか4分だかそのぐらいは撮れてましたね。ということでした。ありがとうございました。なんかこれ編集どうしよう。めちゃくちゃだな。